寝たまま骨盤矯正でお尻のはみ肉を撃退。皆さんこんにちは。今日はお尻のはみ肉や太ももの外側大転子をまとめて解消できてしまう骨盤矯正足パカストレッチのご紹介です。皆さんはなぜ骨盤が歪んでしまうかご存知ですか？この仕組みを理解しておけば骨盤やお尻、太もものあたりですね、このラインがめちゃくちゃ綺麗に変わってきますから、そこだけ少し解説していきます。まず見てもらうと分かりますが、このように骨盤っていうのはでっかな骨でギュッと固定されています。前から見るとこんな感じで、後ろから見るとこのような形で仙骨と言われる真ん中の骨を腸骨という蝶々型の骨、ハート型の両サイドの骨がぐっとサイドから押し固めるようにして固定されています。なのでこの骨盤自体っていうのはそんなちょっとやそっとではなかなか歪んではこないです。本当に出産前の女性とか交通事故でボーンってぶつかられたとかじゃないとそんなに簡単に変形するものではありません。なぜ骨盤が歪んでしまうかというと、太ももの骨がぶっ刺さっているこの股関節と言いますが、この股関節が歪んでしまうことによって影響を受けて骨盤が歪んでしまうというのも、立った状態で外側に体重をかけていくと骨盤に対して太ももの骨が内股のような状態になってきます。この時って大転子と言われます太ももの外側の骨は外側にギュッと張り出すような状態になってきますから、もちろん太ももは太くなります。そしてこの体勢を長いこと続けていると内股の状態で固まり、内ももが縮こまった状態、循環が悪くなって脂肪も溜まりやすくなります。さらにこういった姿勢が続くと骨盤の高さがもう違いますよね。左右でまっすぐ立ってもこの歪んだ骨盤はそのまま、結果的に上半身まで歪んでしまって全身の姿勢が歪む、肩の高さが違うというような体全体への悪影響が出てきます。そのため今日やっていくのはこの股関節の歪みをチェックする方法と、それを寝たまま足パカで回転する方法です。まとめて全て解消できますから一緒に頑張りましょう。では今から骨盤の歪みのチェックと改善のエクササイズ足パカを行っていきます。では皆さん、力を抜いた状態、お皿の向きがどっちを向きますか？両方とも真上を向いていれば理想的、骨盤歪みのない状態です。それに対してお皿が外側を向く方はガニ股タイプ、逆に内側を向く方は内股タイプ。自分のタイプと逆側の動きを意識的にたくさんしていきましょう。分かりにくい方は足裏を合わせた方、これが45度開けばまずは OK。 逆に内側にしてこれも45度しっかりと倒れるんだったらバッチリです。この左右差苦手な方をやってください。僕だったらガニ股がめちゃくちゃ開くので普段結構ガニ股をすることが多いです。なので僕は逆に倒しにくい内股の方の足パカを意識的にやっています。皆さんは自分のタイプに合わせて選んでくださいね。では早速やってみましょう。では寝転んだ状態で足裏合わせて、まずは外に開くガニ股足パカ。しっかりと開くことでこの股関節から柔軟性を高めていきます。深く息を吸って吐いて、ここ足の付け根股関節からしっかりと広がっていくのを感じて、余裕があったら手で押してもらったり、誰かがいる方は少しねこの内もものあたりをぎゅーっと押さえてもらってもいいです。痛みや怪我が出ないようには気をつけてください。これが硬い方、特に普段内股気味の女性はもう全然開かないと思いますから、しっかりとゆっくりで構いません。開いていきます。目いっぱい吸ってゆっくり吐いて、自分の呼吸の音が聞こえるぐらい深い呼吸です。 OK。 今度は反対側、両足をぎゅーっと内側へ倒しましょう。今度股関節の外側、この辺りからしっかりと伸ばしていきます。太ももの骨がしっかり内側にねじれた状態です。これガニ股タイプの方は苦手なはず。僕がそうです。昔ねクラシックバレエをしている時にずっとガニ股で動く癖がついてたので、逆にこの内股がねめちゃくちゃしんどいです。皆さんはどちらの方が辛いですか？やりにくい方をやってくださいね。一応両方した方がいいんですが、バランス的には苦手な方を少し長めにしたり、ちょっと意識的に深く倒すようにします。ただここで膝に痛み違和感が出る方は無理しないで。そういった方は膝のねじれ調整のエクササイズ、概要欄から飛んでみてください。もう一回深く息を吸ってゆっくり吐く。
はい。ではこのまま足をかけます。足をガニ股の足パカですね。開いた状態。パカッと開いたらキープ。いけそうな方はこの足裏に手をかけて引き寄せます。これがね辛いなっていう方はこの足タオルでもいいので引っ掛けてぐーっと引き寄せましょう。お尻のこの外側あたりが伸びたらバッチリです。ガニ股なタイプの方や特にねお尻が硬い人はここしっかりと伸ばしていきましょう。深く長い呼吸の繰り返しです。この体勢が辛い時は壁とかにこの足をねドーンと置いてしまって固定してもらうだけでもいいです。皆さんそのままこんな感じ。これでもね結構お尻伸びてくれます。やりやすいように選んでください。 OK、 反対側です。今度逆の足をかけてよいしょ、壁に置いてお尻が壁に近づけば伸びが強くなっていきます。今かけた足のお尻の外側を伸ばしてますよ。これでこの地面の壁に置いている方ですね、壁に置いているかかとをぐーっと持ち上げると結構伸びが強まっていきます。さらにこの膝を自分から遠ざけるように押すとお尻の外側エクボのあたりがギュッと伸びてきます。結構ね痛気持ちいいぐらいでキープしましょう。掴める方はね直接引っ張ってもらってもいいです。まあねお尻が痛くなってきます。深く長い呼吸の繰り返し。吸って長く吐いて、はい、ほどきます。では今度は足の内股内パカの交互の動き繰り返していきます。右や左ほぐしていきましょう。これもねしっかりと内側で外側両方交互にやってますから、ガニ股の人は内側へ倒す時に意識。よいしょ。で普段内股気味の方はガニ股に開く方を意識。人のタイプによって意識するポイントが変わりますからね、自分でここは意識して考えてみてください。左右の歪み、骨盤の歪みの違いに気づきを持っていきましょう。この時にね股関節がゴリゴリ言う方は痛みがなければやってもらって大丈夫。はいです。では今度は足を外側に開いていきます。寝転んだら股関節から外側に開く、閉じる、開く、閉じる。開く時にこのお尻の筋肉がキューッと縮んで膝が開きます。このお尻の筋肉をしっかり強化しましょう。これは特に内股気味の方が弱っている筋肉です。内股気味の女性ですね。そういった方はしっかりとこのお尻をキュッと締めて、これもね太ももばっかりに力が入る人は太もものストレッチやっておいてくださいね。それからこれやった方が効果が出やすいです。結構お尻がねきつくなってきますよ。であとは足の位置もねちょっと後ろに引いたりとか場所を変えながらどこにしたらお尻に効いてくるか、これも人によって違うので探してください。結構きつい。 OK、 反対側です。はい、かかとをつけて背筋を伸ばして膝を開いていきましょう。足パカ。お尻にしっかり力が入ってきてますね。目いっぱい息を吐いて吸って吐いて吸って。余裕がある方はお腹の下ここにねスペース作ります。ここに力が入ってくると体幹部が安定しますからお腹まで締まっていきます。これお尻の引き締め効果もめちゃくちゃ高いです。特に外側にももやお尻が張り出して太くなっている方はちゃんとこのお尻をヒュッと締まってエクボを作っていきましょう。この筋肉とってもヒップラインの構成に関わっている筋肉です。なかなかしんどい。ラストもうちょい。
OK。最後は足パカ。これ壁ない方はね、壁なしでもいいです。できる方は壁に足を置いて、開いて閉じましょう。足パカ。はい、目いっぱい開く、閉じる、開く、閉じる。今度この内もも、さっきのお尻と反対側の内ももを鍛えてます。特にガニ股タイプの方、僕もそうですが、そういった方は足閉じる方が苦手な方多いです。できたら足をクロスするぐらいしっかりと閉じる。内ももで髪を挟む。シザース。ふう。吸って、吐いて、吸って、吐いて。ふう。はい。余裕があったらちょっと足を大きく開く。閉じる。開く。閉じる。ほい。で、ペースね。早くやってもいいし、ちょっとね、ゆっくりしたらこの方がしんどい方はゆっくりでも OK。はい、OK。脱力です。ちょっと内ももね、軽くさすってあげてください。それがこのままストレッチ。開きましょう。はい、この時お皿の向きが内股になりやすい方はできるだけガニ股に開く。ガニ股になりすぎる方はちょっと内股意識。ちょうどお皿が自分の頭のてっぺんの方に向くようにまっすぐにしておきます。ちなみに開脚はだいたい90度開いたら全然 OK です。これが辛い方は膝曲がってもいい。自分のできる範囲で選んでください。この内ももの筋肉を伸ばしておしまいです。ストレッチは呼吸を深くすればどんどん効果が出やすくなりますよ。内ももの筋肉が喜んでいますね。心地いい感覚感じて。OK。はい、お疲れ様でした。自分の股関節や骨盤の歪みにまず気づきを持って自分に合ったエクササイズを行うことが大切です。筋肉痛や痛みがなければ毎日行ってもらって構いませんからコツコツ続けてみてください。ぜひこの動画のご感想はコメント欄の方にお願いします。高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。